にしょうがないことなんですけど、人間身勝手なわけですよ。できてないにもかかわらず明文化されてちゃんと規定に載ってたりとかするんだったら、それも上司の権利だから。こんにちは、モンジです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、人材育成術、その他役立ちそうなことを配信しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。さて、今日は何でしょうか。ちょっと今日相談したいことがありまして、最近社内で自分の権利ばかりを主張する社員が増えてきてるんですよ。確かに労働者の権利を守ることは大切なんですけど、チーム全体のバランスがそれで崩れてしまって困ってる管理職の人も多いんで、こういう場合ってどう対処すればいいですかね。別に権利を主張するっていうのは権利だからね、悪いことじゃないとは思います。権利っていうと、だから具体的には例えばあれですか、有給とか。そうですそうです。残業とか、そうです有給とか、社員の権利ばかりを声高くやることをやってないけど、給料は法律で決まってるからこれは当たり前だ。そういうことだと思います。有給だってこれは我々の権利だから、いつ使っても文句言われる筋合いはない、とか、要は問題はだからするべきことをやってない仕事として、できてないにもかかわらず給料をもらう権利とか、要は有給を取得する権利だとかっていうのはばっかり散々言う人がいるみたいな話ですか。そうです。そういう人が多いと最近。もちろんその先ほど言った前提として、別に権利は権利だから全然主張するのは仕方ないとして、別にいいじゃないですか。でそれを盾にされたら別に、当然それは決まってることだし、いいのかなとは思うんですけど、例えばその給料もらう権利とか、こうあるべきだとか、有給がどうのこうのだとかって中で具体例っていうか。具体例ですか。やることやってない人こそ残業しないみたいな、そういう人は結構多くてですね。そうですね。そのやることやってないっていう定義をちゃんとやっぱこちら側しなきゃいけないと思うんですけど、例えば1日の中でその会社が通常通り8時間実働だとしたら、その時間内で終われる、ような業務とか、だという前提で、たまには突発的に何か入ったりとかね、問題トラブルが起きたりとかして残業せざるを得ない時があるとしましょうと、その時でも要は私は残業しませんっつって帰るっていうわけですよね。それ一つ目はまず会社として残業がゼロです、そういう就業規則とか絶対なってないと思うけど、そういう作業協定とかだったら致し方ないと思うんですよ。でも大体の会社は残業を命じることがあるとか、残業も可能性としてありますっていうふうに多分明示されてるわけですよね。本社もそうだと思います。で例えばじゃあ残業するときにどういうフローですかというのも多分書いてあると思うんですよね。例えば残業に関しては上司が指示命令したときは残業を認めるとか、もしくはそういう前提があるとしたら、本来この日までにやらなきゃいけないこと、この日中にやるべきことをできてないことに関して、例えば上司が規則規定の中でしかるべき人があなたは残業をしなさいと言ったら、それ残業しなきゃいけないと思うんですよ。例えばじゃあこれを今日中に終わらせなきゃいけないからあなた残業許可します、残業してください、1時間2時間みたいな話だとしたら、これいくら従業員が残業拒否しますって言っても、いやいやそれ指示命令違反でしょっていう話にもなりかねないと思うんですよ。なるほど。だから仕事として真っ当な状態で、要は指示命令違反をするわけだから、それはやっぱちゃんと残業しないといけないんじゃないですか。だってそれを終わらせなきゃいけないと、それを拒否するっていうのは権利がどうのこうのじゃなくて従業員の権利だっていうんだったら、会社としてとか上司としての権利としてその残業を指示命令することがあるとかって明文化されてちゃんと規定に載ってたりとかするんだったら、それも上司の権利だから、何言うとんねんって話になるわけじゃないですか。でそれを拒否するんだったら単純に指示命令違反とか、そういう規則違反でしかるべき処分も処分規定に沿ってあったりとか、それこそ評価を下げますよという話。そっか、こちら側もじゃあそこまで堂々と。でも権利を主張するんだったらそうですよね。個人の権利、従業員の権利があるように会社として労働契約を結んでるわけなので、一方的に100-0なわけないじゃないですか。労働を叩いたとしてこちらもうお金払うわけじゃないですか。ある意味僕からしたらウィンウィンなわけですよ。対等っちゃ対等ですよ。多少のパワーバランスあるとしても、だからあなたが権利を主張するんだったら会社としてもこういう規定があるのでこういう権利、あなたが大好きな権利会社にも上司にもありますよと。なるほど。権利でしょ、権利っていう話ですよね。だからそれはさ、ちょっと
ね、自分の権利ばっかり言うのは、ちょっと違うんじゃないかなと、まあいいですよ、別にそれでも変えたかったら、だとしたら別に正当な権利を使って、ね、処分とか評価を下げるっていう話になりますよと。これはパワハラでもなんでもないですよね。ああ、なるほどね。そういう適切な対処法があるんですね。従業員の権利があるんだったら、会社としてもだから就業規則とか、ね、賃金規定とかあるわけじゃないですか。でそれに沿ってれば、それはまっとうなことじゃないですか。あなたが権利主張するのに会社としてもこういう権利がありますので、でも有事なわけですか。そうですね、確かに。まあでもそれはね、論理的な解決を言ってるだけだから、感情的には解決しないんですけど、まあ、僕がよく言うのは、なんかこれ例えが悪いかもしれないけど、分かりましたと、じゃああなたは本来今日中にやるべきことを明確に決まっていることをやらずに、残業嫌だからって拒否して帰るんですよねと、分かりましたと、じゃあお帰りくださいと、代わりにじゃあ今後うちも管理部、給与計算とか経理の支払いとか向こうが忙しかった時にでも残業しないんで給料日1日遅れますって言われても文句言わないでもらっていいでもそういうこと言ってますよね、って僕は言うんですよ。みんなそうやって時間に限りある中で、今日中にやらなきゃいけないこととか今週中にやらなきゃいけないことやってるわけじゃないですかと、で会社もそれが残業にならないようになるべく努力はして仕組み組んでるけど、致し方ないことが起こってそういうことも今回もそうじゃないですかと、でも致し方ないことがあって残業することよりもこれを期日までにやらなきゃいけないことを、強いて言うのは会社もそうだし、なんなら日本のサービス業も全部守ってるから、何不自由ない暮らしができたりとか会社がうまく回るわけですよね、でもそれをでもあなたは自分の都合でやらなきゃいけないことがあるにもかかわらず、こっちも指示命令をまっとうにしてるにもかかわらず拒否して帰るわけですよね、だとしたらそう給料日が守られなくても、忙しかったので残業させられないんでと、従業員が残業区切ってきたんだと、なんであなたに給料日の通り払えないで1日遅れますねって言われても絶対文句がないんだよね、でもそれ本当そういうことだから、確かにまあしないけどねと、こっちも約束守る方が重視してるんで、ないですけど、それはないですけど、でもそういうことですよ、確かにそうですね。いいですかそれでとみたいに言っちゃいますけど、なるほど、ありがとうございます。だからある意味しょうがないことなんですけど人間身勝手なわけですよ。だってこれ例えばですよ、消防士が、働いてる側からしたら究極ですよ、大きな火事があったら休日出勤だろうがなんだろう呼び出しされるわけですよ、そうですね。そうですよね、でもこの火事の側の家からしたら消防士なんだから来てくれよって、休みとかなんと関係ないだろと、お前消防士なんだから、こういうわがままな人多いんですよ。でも今しょうがないですよそれが、でも反面これ消防士で働いてる人を家族とか親戚とかで持ってる人からするとひどいわね、消防署ってあんたが休みの日で、ね、ゆっくり休んで寝てようがいきなり電話かかってきて起こされて来いって言われるわけでしょ、ひどいわね消防署もみたいなこと言うんですよ。じゃああなた火事になったらそんなこと言ってられます消防車電話して鎮火しに来てくれって言ってるのに、いやすいません今日ちょっと非番が多くてですね、3時間後になりますねって言われたら納得できますかと、絶対納得しないし、あんたの鎮火しちゃったらでもそれをなんとか成り立たせるためにいろんな努力をしてる人がいるわけじゃないですか、双方の気持ちも分かるわけですよ。やっぱ少しでも理解しようとする努力は必要ですし、できることならばそれをなるべくうまくいかせるようにやった方がいいわけだから、そうですね、間違いない。残業がいいとか悪いとか権利を主張するしないの前にまずはそのやるべきことをちゃんとやってますかと、いうことをちゃんと見つめてもらうことの方が重要な気がしますね。このチャンネルでは組織づくり、人材育成術、その他ビジネスに役立ちそうな知識などさまざまな動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして最後にこの動画にもいいねをつけてくれると大変嬉しいです。ありがとうございました。